はい、皆さんこんにちは。あゆみと申します。やったもん、雷愛です。あいちゃん久しぶりだね。久しぶりだね。何ヶ月ぶり？もう半年ぶりぐらいだよ。ね。今回ちょっとね、あいちゃんと喋りたいことあったんだよ。あ、喋ろうよ。アニメ好きなんだってね。そうそう、私アニメね、何が好き？大きなロボットとか大きな怪獣が大暴れするアニメが大好きなの。いや俺も結構好きだね。ほんと？どういう系？マクロスとか。お前おっさんやんけ。俺と一緒じゃん。うるさいな。ガンダムとかどうなんですか？ガンダム大好き。ガンダムだと何が一番好きなの？ G ガンダムが一番好きなの。おじさんじゃないよ。いや俺ぐらいの。ガンダム好き？はい、俺めっちゃ好きだよガンダム。お。でも G ガンダムほんと見たことなくて G ガンダムバーンバーンバーンみたいな。そうだよ。やっぱね、若いからガンダムシードが好きだね。ガンダムシード？ガンダムシード。私ガンダム好きって言い張ってるんだけど、ガンダムシード実はね、見たことないんだよ。そうなの？そうなんだ。いやなんかちょっシード派なんだ。と対立がありそうだけど、ここはね、ガンダムってやっぱ争いがあるじゃん。最後はやっぱ解決するじゃん。今回ちょっとね、お互いガンダムシードと G ガンダムの魅力をね、平和的にディスカッションして、本当に平和的に？平和にちょっと戦わずにね。じゃあちょっと俺がガンダムシードの魅力3個ちょっと紹介する。3個教えてください。やっぱね、愛ちゃん、女の子だから、女の子これ好きでしょ。イケメンが多いんですよね、ガンダムシード。なるほどね。イケメン好きでしょ。いや、特に求めてはいないから。そうなの。そんな愛ちゃんもうなるぐらいのイケメン？イケメンがいますから。例えば？まず主人公当然イケメンじゃないんだけどね。主人公キラヤマト君。それイケメンじゃないじゃん、あんまり。主人公で地球連合軍ってとこにいるんだね、彼は。ああ、連合軍ね。そう、この子がね、結構ね、いろいろね、不幸なことが起こったりね、それもストライクガンダムのパイロットで主人公なんですよ。あ、でもキラヤマトってさ、私聞いたことあるよ。本当に？噂をいろいろ聞いてる。あんまよくない噂？そうだね、あんまり。いや本当はいいやつなんだ。あ、本当はいいやつなんだ。こいつの魅力もちょっと紹介していくから。あ、なるほどね。イケメンって言っても主人公だけじゃダメだよね。ガンダムっていうとライバルということで、もう一人イケメンがいます。はい。アスラン・ザラってやつああ、アスラもよく聞く名前だね。そう、こういうライバル。これザフト軍っていうね、連合と戦争をしているところの所属なんですよ。ああ、なるほどね。このイケメン2人の戦いが起こるっていうのが、この2人が戦ってるんだ。そうで、もう一人ちょっと紹介したいんですよね。俺が結構個人的に好きなキャラ、こいつもめっちゃイケメンなんだけど、ビアッカ・エルスマンっていうキャラクターがいて、あんまり聞いたことがないな。そう、こいつね、バスターガンダムっていうガンダムのパイロット、もうめっちゃイケメンで、口にするグレートって言うんですよ。アスラの仲間に、つまりキラの敵キャラなんですよ、ザフト軍のね。こういうイケメンたちの戦いが見れるっていうのはね、こういう女子がね、すごい昔ね、一世風靡したんですよね。その話はね、聞いてるよ。そう、話は聞いてんだけど、そうなんだね。イケメンか。ちょっとイケメンじゃ推しが良かったかな。ストーリーがね、深いんだよね、ガンダムシード。これがね、深いんです、本当に。そうなの。ちょっと一番にまとめてきましたが、僕。あ、すごい。で、まず最初ね、人類がいたの、普通に。で、人類が遺伝子操作しちゃったんだよね。そしたらコーディネーターってもうすごい優秀で、イケメンが生まれるわけですよ。このコーディネーターがね、もうスポーツとか学問とか、もう全部で優秀だから、この人類がナチュラルって言うんだけど、改造されてないから。聞いたことある。ナチュラルがもうね、ムカつくわこいつっつってね、めっちゃ迫害すんの。鉄砲で撃ったりね、こいつ追い出されんのね。で、頭いいからちょっと宇宙に逃げるんだよ。宇宙行って、で、そこでもうお互いもめっちゃ関係悪いから戦争になる。地球代表と宇宙代表みたいな、こういうなんかね、遺伝子操作的なね、もう現代でもちょっとね、なんか社会風刺的なね。社会風刺あるんだ。そう。ああ、G ガンダムと似てるかもね。そう、G ガンダムってあるの？あるよ。ちゃんと後で説明するから。この主人公のね、キラヤマト君は地球連合軍なんだけど、コーディネーターなんだよね。なんで？なんか中立みたいなところに住んでたんだよ。コーディネーターなんだけど、いろいろ戦いに巻き込まれて地球連合軍に入っちゃって、まあいろいろ差別されるんだよね。やっぱ周りがナチュラルばっかだから、お前コーディネーターだから敵じゃねえのかみたいなね、みたいな感じでね、かわいそうな感じになるんですよ。こういう結構ね、深いんだよね、ストーリーが。ちょっと気になってきたね。でしょ？やっぱり名作アニメって何が欠かせないかっていうと、名言なんだよね。あー、いいね。キラヤマト君、コーディネーターでね、こうナチュラルにいじめられて、そんな彼が彼女を作るんですよね。その彼女の元カノ、キラヤマトに取られたやつがいたんだよ。そいつがもうちょっと返せみたいな感じで突っかかってきた時に、キラヤマト君が放ったのが、やめてよね、本気で喧嘩したらサイが僕にかなうはずないだろう。
それ名言なの？いやだって嫌なやつじゃんそれさ、人の女を取っといてさ、そう嫌なやつじゃんめっちゃ。この大丈夫なの？時はもう嫌いな時もいろいろいじめられて、ああそうなんだ。その女にもうはめられてるんだよねこれ。その女にはめられてるの？そう女もコーディネーターにうん親殺されたからちょっと嫌いなと復讐の道具にしてめちゃくちゃさせてあ、逆そういうに殺したろみたいな、殺してやろみたいな、結構ドロドロしてるんですよガンダムシーンが。ヒルドラ的なところもある。でそんなキラヤマト君がうん第1話でストライクガンダムっていうのに偶然乗るんだよ、地球連合軍。うんうん。地球連合軍ってもうナチュラルの作ったやつだからもう全然ねまともに動かない。うんコーディネーターからしたらうわなんだこのシステムみたいな感じであもうまともに動かなくて最初うんうん修正するんだよ。そこの明示であ、はいはい。キャリブレーションを取りつつ長いなおい。みたいなこうすごい長いセリフがあって、うわー長い。これが実は名言ランキングでいつも5位ぐらい入ってて、なんで？みんな覚えられんのそそうの長セリフ。みんな言うガンダムシード好きはもう全部これ言えるから。そうなの？みんな感じする。そんな感じでちょっとねこれガンダムシードの序盤だけをねうんまとめたまああれなんで、うんもうちょっとね後半になったらいろいろ話じゃね変わってくるんだけど、あー前半はねこう人間ドラマとかうんうんいろいろサービスとか迫害とかね、はいそういう割と深いテーマがあるんで、ぜひ愛ちゃん見てほしいなって思ってなるほどね今日ちょっとクイックで紹介したんだけどどうかなこれ。ちょっと気になってきたね。本当に？なんかそうだね、ナチュラルとコーディネーターの対立というかね。でもあんま爽やかさはないね。そう基本ドロドロしてるんでね、そうだよね。いろいろスカッとなるシーンもあるんでぜひあるんだ。見てください。じゃあ私が G ガンダムのプレゼンをしてもいいですか？まあいいですよ。はい。まずね、G ガンダムの何が一番いいかってね、こちら分かりやすい。わかりやすい。分かりやすいのが最高にいい。話の筋はね、主人公の男ドモン・カッシュっていう男がいるんだけど、聞いたことある。はい。その世界ではねガンダムファイトっていうのが開催されてるの、4はいはいはい年に1回オリンピックみたいな感じではい。各国の代表が1人ずつ戦って1位になった国が4年間世界の実権を握れるというあーガンダムフなんかァイトっていう大会だね。本当子供向けのなんかねおもちゃアニメ的なうんうん。分かりやすさというか、そうそうそう、ノリがそういう感じ。本当に戦争とかじゃないの。まあ戦争の代わりにそういうのができる。ああなるほどね。そう、公式な戦いにしましょうみたいな。あそうなんだ。そうそうそう。で主人公ネオジャパンの代表のドモン・カッシュっていう男がガンダムファイトで優勝を目指す、まあそれが目的じゃないんだけど、は優勝するぞっていう話。い。まあ確かに分かりやすい。わかりやすいでしょ、はまあ、人間ドラマもあるんだよ、いろいろと、は家族が出てきたりとか、はい師匠が出てきたりとかね、はい友情もすごいからね。なるほど G ガンダムはね、その他の国の代表の選手とは戦って拳を交えて友情を築くみたいな。なるほどあと分かりやすいポイントといえば分かりやすい。長いな。1話のフリップですごい話してくる。ちょっと言わせて、はいこれはねすごい重要だから。サブタイトルっていうの、はい各話のい。タイトルあるじゃん。ああなるほどね。そう、あれでね全部話の筋が分かっちゃう、オチが分かっちゃうんだよ。マスターアジア暁にシスみたいな、死ぬの死ぬんだマスターアジア。分かっちゃうの。分かっちゃうの、分かっちゃうんだけど、見なくていいじゃん。いや分かっちゃうんだけど見て面白いの、それがすごい。あーなるほどね。話始まる前から結末分かってるからわあそれは逆にもう面白いっちゃ面白いかもしれないけど。そう、分かってても面白いんだからはい本物だよこれは。はい、そしてこちら爽快感がすごいんですよ。ドモン・カッシュっていう男はね、は拳でしか語れない男なんだよ。い。まあガンダムファイトで。そう、ガンダムファイトで。でもだよ、は最後にそのちゃんとね言葉でヒロインに好きだっていうことを伝えることができるようになるんですよ。い。それまでは拳で好きだって伝えてた。じゃあそういうの拳で好きだとは言ってないんだけど、あまあ口下手ねあ、男がね。そう、口下手だしね。そんな男がねちゃんと自分の口で言うんです、最後に。で2人の愛の力で世界を救う。ガンダムじゃないでしょそれ。なんか聞いてる感じ。ガンダムなの。本当に？いや G ガンダムがなかったらね、ガンダム今まで続いてませんからね。マジで。あ確かになんかそんな人気がすごかったみたいな話。でもね、そうガンダムじゃないんだよって言われるんだけど、話の筋は結構ガンダムしてるんだよ。なるほど。そうはい、そしてこちらモビルトレースシステム。シードってどうやって操縦しますか、ガンダム。どのガンダムでこうレバー引いたりボタンを押したり。そう、まあじゃん。でもね、モビルトレースシステムはね、中に乗っている人が動くとガンダムが同じ動きをしてくれる。そしてこちらファイティングスーツ。このスーツを着ることによってそのモビルトレースシステムが可能になる。は
このね全身タイツみたいなやつなんだけど、着るシーンがめちゃくちゃかっこいいの。なんか上からなんかゴムが貼ってある輪っかみたいなのが降りてきて、体にぐるぐる巻きつきながら着るの。グググググってわかる？今の話だけ聞くと何にもかっこよくないんだけどまあ実際見たらかっこいいんだろうな。いやそうかっこいいよあれ。どう？ここら辺は結構他のガンダムと違うところ。確かに全然違うね。気になってきたでしょ。まあ、気になりはしたよ正直。各国が戦ってすごい分かりやすいストーリーで熱血でね、友情は最後愛で終わる。そう最後愛で。まさか最後のネタバレされるとは思わなかったけど。G ガンダムはそういうもんなの。もう全部話分かってても面白いから。最後分かってても面白い。そう絶対面白い。まあでもそうね、私もちょっと気になってきたな、ナチュラルとコーディネーターの対立が。ちゃんと見てみようかな。じゃあこれ平和的に解決したってことでいい？そうだね、面白そうだし、G ガンダムにはかなわないと思うけど。ああ、お前やんのか動画を見てくれてありがとう。みんなぜひチャンネル登録、高評価よろしくねここら辺かな